皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。私たちは研究開発向けの真空装置を作っている会社です。最近ニュースで半導体不足という言葉をよく耳にしますよね。でもそもそも半導体がどうやって作られているのか、詳しく知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。そこで本日は半導体技術の基礎を分かりやすくお届けしたいと思います。半導体作りの心臓部である前工程の10個のステップを図解を使って一気に解説していきたいと思います。そもそも半導体って何？どんな仕組みなの？という基礎知識についてはこちらの動画で詳しく解説しています。この動画を先に見ていただくと今日お話しする工程の重要性がより深く理解できるはずです。まだの方はぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。それでは早速前工程の10個のステップを見ていきましょう。半導体作りは大きく前工程と後工程に分かれます。前工程のゴールはシリコンウェハーという丸板の上に目に見えないほど微細な電子回路を作り込むことです。最新の量産プロセスにおいてですが、300mm の1枚のウェハーからは約100個から数千個ほどのチップを切り出すことができます。それではその精密な10個のステップを見ていきましょう。まずは土台作りからです。半導体はわずかな塵も許されないため非常に綺麗なクリーンルームで製造されます。ステップ1はウェハー表面の酸化です。まずはピカピカのウェハーを800度から1000度の高温の酸素に数時間さらします。すると表面に酸化膜ができます。これは電気が漏れないようにするためのバリア、いわゆる絶縁体の役割をします。続いてステップ2は薄膜形成です。酸化膜の上にさらに別の薄い膜をコーティングします。ここで私たち菅製作所が得意とするスパッタ装置や ALD 装置が登場します。電子レベルの薄い膜を緻密に積み上げていく非常に重要な作業です。そしてステップ3はフォトレジスト塗布です。ここで特殊な液体フォトレジストを塗ります。これは光に反応する感光剤です。レジストは次の工程の露光でパターンを転写するために塗布しています。ここからはいよいよ回路を刻んでいく工程です。ステップ4は露光現像です。回路の設計図が書かれたフォトマスクの上から光を当ててウェハーに回路を焼き付けます。ちなみにこの露光装置1台で数百億円もするものもある世界で最も高価な装置の一つなんです。ステップ5はエッチングです。先ほど焼き付けたパターンに沿って薬品などで不要な膜を削り取ります。必要な回路の形だけを残す超精密な彫刻のような作業です。ステップ6はレジスト剥離洗浄です。使い終わった感光剤をきれいに洗い流します。徹底的に洗浄して次の工程に進みます。実はこのままの状態ではまだ電気はうまく流れません。ステップ7はイオン注入です。シリコンの基板の上にホウ素 B やリン、P などの不純物のイオンを打ち込みます。これによって初めて電気的な特性が生まれてシリコンが半導体としての機能を始めます。まさに半導体に命を吹き込む瞬間です。ステップ8は平坦化です。デコボコになった表面を研磨して平らにします。ステップ3からこのステップ8までを何度も繰り返して何層にもなる重なる複雑な立体回路を作っていくんです。いよいよ仕上げです。ステップ9は電極形成です。回路を外部とつなぐための通り道として金属の配線を埋め込んでいきます。最後のステップ10はウェハー検査です。プローブという細い針を刺してテストします。信号が正しく出ているか、一つ一つのチップを厳しくチェックしてようやく前工程が完了となります。いかがでしたでしょうか。前工程はこれほどまでに緻密なステップを経て行われているんです。私たち菅製作所はこうした最先端のモード作りを支えるクリーンな真空環境を長年の知見でサポートしています。
菅製作所では ALD やスパッタリングのテスト製膜サービスも受けたまわっております。どんな膜になるのか試してみたい、研究に必要なので1枚だけ製膜したいといった具体的なご要望にも柔軟に対応可能です。最先端の研究開発を装置と技術の両面から全力でバックアップいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。この動画が皆さんの新しい発見や課題解決のヒントにつながれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が役に立ったと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。